2023は一番収入が多かった年です。WSOP 期間中の7週間のポーカーの稼ぎが収入のほぼなんです。7週間で勝つのがノルマなんですよ。本日はポーカープレイヤーの木原さんにお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この3人で会ったことは初めてだけど、ね、それぞれこうはあるんですね。そうですね、はい、大会でご一緒するとかそういうことが多かったですよね。はい、台湾の大会 ASPT 台湾にも来ていただいて、結構同卓して打ちましたよね。あ、そうですね。もうあれはもう僕は散々な出来だったんですけど。木原さん16年前とかにポーカーを始められた時って、きっかけは何だったんでしょう。野ザキングさんっていう方が、バックギャモンのつながりなんですけど、自分1年ぐらい前にポーカーに入っていって、で彼が教えてくれたんですね。ルールも教えてもらったし、その後の戦略も教えてもらってて、いろいろ教わって、本当自分のポーカーの師匠って感じの人ですね。彼から教わりました。椎名さんポーカーを始められたのは？私は4年前ぐらいですね。あ、なるほどなるほど。でもだいぶ流行っていた時だったので。そうですね。当時結構もう横澤さんとかも動画上げられててみたいな。という感じではない。まあでもそうかもしれないですね。後藤君は？僕は高1の時なんで6年前とか7年前ぐらいにルールはしてたって感じで、当時はもう高校の同級生とこうなんか身内でワイワイやってたぐらいの感じなんですけど、しっかり勉強し始めたのがここ1年ぐらいっていう感じですね。ポーカープロになるって決めたことは自分ないんですよ。ポーカーのルールを知ったのって自分大学休学中だったんですね。なんか麻雀とかバックギャモンとかいろんなゲームにはまって単位が揃わなくて、このまま在籍したら必ず絶対単位揃わないで方向になっちゃうなって、退学するつもりでもう休学したんですよ。ポーカー覚えて、あれポーカーだったら学費出しながら生活費出しながら食っていけるじゃんって思ったんですよ。でポーカーのお金で復学してで2年半経って大学卒業して、でずっとその間の期間中はポーカーの収入で、学費生活費出していたわけで、卒業したらそこで就職しようと思う人いないでしょ。その状況でやってたらいないんですよね。そのままねポーカープロになるじゃないですか。なのでポーカーのプロになろうと思ったきっかけっていうのはないんですよね。なんか自分の中では卒業してそのままポーカーだけやるっていうのはあまりにも自然なことだったんで。ご両親とかってまずそのポーカープレイヤーのプロポーカープレイヤーに関して何かどう思ってらっしゃるんですか？最初にそういうふうに生活し始めた時には普通に就職したらとか言われたけど、タイトル取ってからはもう全然なんか、逆に応援してくれる感じありますね。結果で黙らすスタイルですね。そう、なんかやっぱり結果出ると大きいですよ。自分今ここ数年は自分の収入1年分の収入のほとんどは WSOP 期間中の7週間のポーカーの稼ぎが収入のほぼなんです。9割以上。1年間をそれで賄ってる。1年間の収入が7週間のここの収入がメインなんですよ。で7週間の7週間のポーカーで稼がなきゃいけないんですけど、トーナメントって当然分散がでかすぎる。だけどキャッシュゲームって実はめちゃくちゃ分散小さいんですよ。すごい勝つんであれば、1週間単位でもあんまりマイナスしないんで。そんなに収束するんですね。そんだけ出ますよ。で7週間で自分の中で5万ドル勝つのがノルマなんですよね。なるほど。7週間で5万ドル勝つのがノルマ。基本的にはキャッシュゲームをずっと打ってるっていう感じですか？そうですね。時間的には多分2対1ぐらいでキャッシュ対トーナメントぐらいの感じですかね。ただ2022はトーナメント良かったんですよ。2022はですね、いきなり行った瞬間にディーラーズチョイスで3位になって、その直後の1万ドルディーラーチョイス5位になって、でいきなり10万ドル以上プラスして、そしたらもうノルマクリアなんですよね。そしたらトーナメント奥出ようかなとか、それでも1万ドルポンポンポンって出るとあっという間にね、ノルマがね、あれノルマがみたいな感じになっちゃうから、でもそれでもやっぱキャッシュゲームでしっかり打ってて。
海外の生活費とかも考えるとなんか5万ドルでもそのご家族もいらっしゃるってなると、結構なんかきついんじゃないかなと思っちゃうんですけど、そこは結構今ありがたいことに円安なんですよ。あーそっか、5万ドルってだって自分 WSOP で初めて優勝した時って77円だったんですよね。その時は5万ドルって385万円なんですよ。これで1年間の生活費ちょっと厳しいなって感じなんですけど、今の5万ドルって140円計算でも700万円なんですよ。700万円あればまあ1年分生活費になるんですよね。これめちゃくちゃ円安でありがたい、なんか円安ふざけんなと言ってる人の方が多分大半なんだろうけど、その中で非常に申し訳ないんだけど確かに円安めちゃくちゃ嬉しいんですよ自分。もっと稼ぐためにはですね、その分リスク取んなきゃいけないんですよ。で自分はやっぱ子供いないと、結婚するかどうかあんま関係なくって子供がいるかどうかの方がすごい大事で、完全に自分が一人とかもしくは子供いない時とかだったら取れたリスクっていうのが子供がいることによって取れなくなるんですよね。ステーキングを、受けられてるっていう話を聞いたことがあったんですけど、でも5万ドルのイベントだけですね。それだけなんです。他はもう全部自腹です。でもその木原さんとはステーキングしたいって言ってくる人も結構いるんじゃないですか。それはどうしてるんですか。もう税金的な面倒くささがあるんですよ。めっちゃ面倒いんですよあれ。いやどういうなんかあんまり詳しくないので教えていただきたいんですけど、どういうことをしないといけないんですか。ステーキングするにはまずこのイベントに、条件ですね、条件を必ず紙にして、それでお互いにサインして、それ電子メールでもいいんですけどね、なんかそれをちゃんとやり取りして、そしてお金もらったら領収書出して、で自分が買ってお金払ったら領収書出してもらって、そしてさらにプラスアルファでその相手もちゃんと申告をしなきゃダメなんですよ。例えばステーキング、それこそ2022年ね、5万ドルチャンピオンシップス、100歩さんに全額出してもらって、で自分5万ドルで63万9000ドルになったんですけど、あれで自分の取り分って4万ドルで100歩さんの取り分60万ドル、で、でもそれを100歩さんが申告しなかったら自分に来るんですよ。全部税金を払わなきゃいけないってことですね。本当にそれってそういう約束あったのって。でも百歩さんがちゃんと申告してるからこっちは何も心配なくそれをステーキングできるわけですね。それが外国の人とかなんか日本人でもなんかちゃんと申告しなかったりとか、そしたら本当にそれが経費として引けるかどうか分かんなくって、それで自分の取り分4万ドルなのに63万9000ドルのうちの55% まで到達しちゃうよねみたいな、4000万円税金払えとか言われたらないですからね、そんなにね、そんなもらってないから。信用してる人で、かつそのステーキングを受けたくなるような大きな額のみ受けてるっていう感じですかね。あとは例えば1000ドルかける50とかでも5万ドルになるけど、そしたらその書類50回やらなきゃいけないですからね。大変ですよね。めっちゃ大変なんですよ。で今後もそれぐらいの規模だったら、でそういうちゃんと信用できる相手だったらやるかもしれないっていう感じです。もう逆に今100歩さん以外からの5万ドル以外のイベント、5万ドルのイベント以外は多分やっぱり自分はトーナメント自腹で出るんで、基本的にはもうとにかく面倒くさいのが嫌なんで。キャッシュゲームの価値額とかも、その税金回りって結構面倒くさいんですか。ですね、ちゃんと税金申告すれば全然面倒くさくないです。逆に自分がやってる申告ってスタートいくら、上がりいくら、じゃあこの日プラスいくらマイナスいくらとか、それを毎日携帯にメモしてって、それを終わった後にシリーズ終わった後にエクセルに入れて、でそれを税理士さんに投げてなるほどっていう感じでやってるんで、正直嘘つこうと思ったらつけますね、簡単に。そうですよね。だけど嘘つこうと思ったらつけるけど嘘ついてないですね。毎回ちゃんとプラスでやってきてるんで大丈夫というか、本当は半分ぐらいにしたってバレようがないんだけど、それやってないって感じですかね。なるほどなるほど。ちゃんとやってます、真面目に。木原さんってトーナメントの収支もつけてらっしゃるんですか。収支は全部つけてて、
キャッシュゲームもトーナメントも全部つけてるけど、自分の中でトータルどれがいくらプラスっていうか全然分かってないです。例えばトーナメント単体の収支とかはつけてない？分かんないです。1年毎年教えて言ってはいるけど、そうだから自分いくら買ってるかって全然分かってないです。今手元にあるお金がいくらって分かってるけど、人生トータルでいくら使ったとかも覚えてないし、いくらポーカーで勝ったかも分かってないし、ただ今持ってるお金のかなりの部分は、まあ、ポーカーで勝ったお金マイナス生活費なんで、まあ、株のお金除いたら、まあ、ポーカーのお金に関してはそうですね。なるほど。最近のその収入の割合って株とポーカーはどんな感じなんですか？2023はもう断然株ですね。断然株なんですか？断然株ですね。もうポーカーより全然多い？ちょっとポーカーよりというか2023は自分の中で一番収入が多かった年です。人生で。それやっぱブレスレット取った年よりも多いです。自分が優勝した WSOP の賞金、当時のレートよりは多くって今のレートよりは少ないぐらいです。めちゃくちゃめっちゃわかりますね、調べたら。